ついに進撃の巨人が完結しましたね。とても感動的なラストでしたが、過去、未来の概念が難しく、結局どういうこととなった方も多いのではないでしょうか。このチャンネルでは、謎の残る形で終わった進撃の巨人を、完結後にも楽しめるよう、私なりの解釈でわかりやすく説明していきたいと思います。今回は、エレンがどんな未来を見て何をしたのか、始祖の力に過去も未来もないとはどういうことか、について考察していきます。まず、勲章授与式でヒストリアの手にキスした時、エレンはグリシャの記憶を介して未来を見ます。その未来とは、自分が地ならしを発動させ人類を虐殺したり、それをアルミンたちが止めに来たりするなどの断片的なもので、全ての未来が見えていたわけではありませんでした。ただ、確実に分かっていたことは、ミカサによる何かしらの選択によって、巨人の力が消滅する、という結果でした。エレンはミカサが何をするのかは分かっていませんでしたが、その何かしらの選択とは、エレンを愛した上で殺す、というものでした。このミカサの選択が、始祖ユミルの未練からの解放につながり、巨人の消滅、という結果に至ったわけですが、その理由についてはまた別の動画で考察したいと思います。つまりエレンは、巨人が消滅する、という結果にたどり着くためだけに進み続けました。進撃の巨人は、最初から最後まで、巨人を駆逐する物語であったというわけですね。そして、その結果にたどり着く過程で、エレンとジークは接触を果たします。しかし、最初に始祖の力を使えたのは、ジークでした。それは、エレンも知らない事実であったことが、この表情からわかります。これは、未来が変わった、というわけではなく、エレンの見た、断片的な未来の記憶には、含まれていなかった、ということです。エレンは、始祖の力を、自分が手にする未来は見ていましたが、一度ジークの手に渡る未来は、見ていなかったため、驚いたわけです。始祖の力を手に入れたジークは、エレンをグリシャの記憶ツアーに連れ込みます。ジークは、エレンを洗脳から救い出した上で、共に安楽死計画を遂行したかったのです。しかし、記憶ツアーで見たものは、エレンを自由に育てるグリシャの姿でした。そして、壁が破壊された日、グリシャはレイスケを虐殺し、始祖を奪おうとしますが、寸前のところで思いとどまります。ジークは、過去が変わるわけがない、と言いましたが、まさしくその通りで、過去は一切変わりませんでした。エレンがグリシャに語りかけ、奮い立たせたことで、グリシャはレイスケ一家を虐殺し、始祖を手に入れます。これは、ジークの始祖の力によって、グリシャの記憶に連れ込まれたエレンが、過去に影響を与えたことを意味します。グリシャがここで、レイスケの子供たちを虐殺し、始祖を奪わなければ、エレンが始祖を身に宿す未来にはつながりません。つまり、グリシャの記憶ツアーは、エレンが今の道につなげるために、必要なイベントだったわけです。その後、始祖ユミルがエレン側についたことで、始祖の力はエレンのものとなり、地ならしを発動させます。それと同時に、エレンは始祖の力を使い、他にも過去への干渉を行っていました。その一つが、ダイナ巨人にベルトルトを素通りさせ、カルラの元へ向かわせることでした。ベルトルトがここで食べられてしまうと、今の道につながらないのは明白ですね。このように、エレンは、他にも様々なターニングポイントとなる地点に赴き、始祖の力で過去に干渉することで、今の道につながるように仕向けたと考えられます。つまり、エレンが始祖の力で過去に干渉したことで、カルラは食われ、グリシャは始祖を奪った。そのことで、エレンとジークは接触するに至り、始祖の力を発動させることができた。そしてそれにより、エレンは始祖の力で過去に干渉するに至った。というように、相互が原因と結果の関係にあります。これはまさに、鶏、卵の因果関係です。鶏が先か、卵が先か、過去に干渉したのが先か、始祖の力を発動したのが先か。つまりこれが、始祖の力がもたらす影響には、過去も未来もない。同時に存在する、の意味するところなのです。ここで、このセリフを振り返ってみましょう。どこからが始まりだろう。あそこか、いや、どこでもいい。すべてが最初から決まっていたとしても、すべては俺が望んだこと。すべてはこの先にある。始祖の力には過去も未来もなく同時に存在するためどこが始まりかわかりません。すべては最初から決まっていたのです。これまで始祖の力で過去に干渉したとは言ってきましたが過去を変えたとは言いませんでした。なぜならエレンが変えた過去などないからです。カルラが生き残った過去もグリシャが思いとどまった過去もありません。よって変わった未来もないのです。エレンが過去にどう干渉するかさえ全ては最初から決まっていました。この世界のすべては同時に存在しているのです。そしてこの世界のすべてはエレンの望むように存在しました。なぜならエレンは最後の始祖の継承者だったからです。エレンは自分の好きなように過去に干渉することができました。
この結末が嫌なら違う結末を選ぶことも可能だったはずです。しかし、そんな中、この結果となったのはエレン自身がそう望んだからなのです。だから仕方なかった。全てはエレンの望んだことでもあり、全ては最初から決まっていたことでもあったため、エレンは必然的な運命に従うしかなかった。エレンは自分の望むがままに結末を決められましたが、それゆえに自分の望むがままの結末を変えることはできませんでした。エレンは自由でもあり、不自由でもあったということです。このあたり、伊佐山先生は二面性を描くのが本当にうまいですね。全てはこの先にある。この先にあったエレンの望んだ結末とは巨人のいない世界でした。地ならしというのはミスリードで、本当の結末に至るまでの過程に過ぎませんでしたね。そしてエレンが巨人のいない世界という結末を望むことも最初から決まっていました。では最初とはいつか。物語の始まり。豚を逃がした時、エレンが生まれた時、未来を見た時。無理やり結論付けるのであれば、それはこの世界ができた瞬間とでも言えるでしょうか。では誰が世界を作ったのか。それは神です。この世界における神とは誰か。それはもちろん伊佐山先生です。伊佐山先生は進撃の巨人を書き始めるのと同時に結末まで決めていたということでしょう。エレンとは物語の奴隷でもあったのです。そして物語は決してハッピーエンドではなく、平和になるのか争いが続くのかわからない曖昧な形で終わりました。しかし巨人のいなくなった後の世界には始祖の力もなければ伊佐山先生の力もありません。エレンはアルミンたちに結末の知らない世界を託しました。平和で自由な世界を願って。そして伊佐山先生は読者に託したのではないでしょうか。この後どのような物語が続いていくのか、それはお前の自由だと。ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。